年で16回目、荒川静香プロデュースのアイスショー、フレンズ・オン・アイス。3年ぶりに海外からもスケーターが集まりました。テーマはやっぱりステイポジティブであって、前向きな心っていうのを伝わる機会になってほしい。今年のテーマはステイポジティブ、いつも前向きに。2児の母荒川静香は母の愛を新プログラムで表現。オリンピック2大会連続メダルの宇野昌磨、コーチとの絆。練習中には一体これは？高難度の新エキシビションプログラムを披露します。結成3シーズン目、アイスダンス村元哉中、高橋大輔をアメリカ・フロリダで密着。実は今年カップル解消を考えていた2人。オリンピックのシーズンまでっていうのはなんとなく決めてた部分があったので、情熱的なラテンダンスに挑みます。フレンズ・オン・アイス2022。海外の女性ファンから大人気の選手が。オリンピック2大会連続メダリスト、宇野昌磨。サインをもらえなかったファンは涙。それでも2日後、サインをもらって笑顔。宇野選手には支えとなっている人物が。2020年からコーチを務めるステファン・ランビエールさん。モチベーションっていう部分にそのステファン・ランビエールコーチがいてくれる大きな存在だと思います。そんな2人の練習を見てみると、宇野選手の体をぐるぐる。一体これは？オリンピック2大会連続メダリスト、宇野昌磨。昨シーズンは世界選手権でも初優勝と絶好調。しかし3年前、コーチをつけず一人で試合に臨んでいた宇野選手はスランプに。出場したグランプリシリーズではジャンプでミスが相次ぎ、初めて表彰台を逃しました。たくさん自分の中でやれることをやって、それでもなかなか調子が上がらず試合も失敗してしまった。自分の中でどう練習したらいいかわからないってなった時に、初めてスケートから離れるべきなのかなと。引退を考えるほど追い詰められていた宇野選手。救いの手を差し伸べたのがランビエールコーチでした。昌磨first came to practice in Switzerland. He didn't believe in himself anymore. He didn't enjoy practicing because he didn't know where he's going. So trust and confidence and joy had to be built up again. 2人の練習を見てみると、思わず倒れ込む宇野選手。するとランビエールコーチは足をつかみ、体をゆさゆさ。今度はぐるぐる回転。まるで遊んでいるかのよう。コーチと、言葉おかしいかもしれませんけれども、友人とのその間的存在かなっていう、すごいフランクに話しかけてくださったり、フィギュアスケートをやってる時が一番楽しいって改めて気づかせてもらえる大きな存在だと思います。スケートの楽しさを再び感じられるようになった宇野選手。さらにランビエールさんの言葉で自信を取り戻していきます。全く強要はされないんですけれども、なんか世界一番にさせようという
世界一になるには君はどうしたらいいと思うっていう質問をしていただいたり、それだけ本気というか僕の実力力を信じてくださっている、そういう期待にも応えたい。 He became, from the moment he found confidence and joy back, he was also more responsible and more autonomous, more aware of what he needs and what he wants. そして共に挑んだ北京オリンピック。フリーに選んだ曲はランビエールコーチ振り付けの「ボレロ」。4回転ループ、4回転サルカー、スランプを乗り越え2大会連続のメダルを獲得しました。その直後宇野選手は今大会での唯一の心残りっていうのはこの「ボレロ」っていうのをステファンコーチが満足する、良かったって言っていただけるような演技ができなかったことです。まだまだ僕は成長し続けたいと思っています。そして今シーズン男子フィギュアスケート界には大きな変化が。これから競技会っていうものに出るつもりはないです。プロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意いたしました。これまで男子シングルを引っ張ってきた羽生結弦選手がプロに転向。日本フィギュアスケート界の未来は次世代の選手たちに託されました。ずっとトップを走り続けたっていうのはもう普通の人では絶対にありえない存在でしたし、一人でこの日本フィギュアスケート男子を引っ張っていってたと思うんですよ。僕はそこを、後ろをついていっていただけで、僕がゆずくんのようになれるとは全く思わないですけれども、つないでくれたものをちゃんと自分の後輩たちにもちゃんとつなげられるように僕にできることをしていきたいなと思ってます。この後宇野選手が新エキシビションを披露。ショートよりも競技にすぐ使えるようなプログラムになっているので、競技にも使えるエキシビションとは。宇野昌磨選手が披露する新エキシビションパダンパダン、その見どころは。ショートプログラム寄りに初め作ったものをアイスショー用に変えたものなんで、結構ちゃんとステップとかが入っているので、競技のような細かなステップに注目。さらにアイスショーながら4回転ジャンプを複数組み込んだ高難度のプログラム。このショーという場ですけれども、楽しむ、そして楽しんでいただくっていう場ではあるんですけれども、その自分を磨くという場にもしたいなと思ってます。 Ladies and gentlemen, please welcome Shoma Uno.
Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 et toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 et veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue Soleil qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder les chagrins pour après. J'en ai tout un solfège sur cette terre qui bat comme un cœur de bois. Shoma Uno! 僕が一番重要視すべきところはその自分の成長という部分なのかなと。去年の結果は素晴らしかったですし、その結果に満足するのもいいとは思うんですけど、フィギュアスケートはどんどん発展していて技術の向上もあるので、数年間の間にさらに4回転半もしかしたら5回転を飛ぶ選手が現れるかなと思っているので、自分もなんか今が限界と思わずに挑戦しておくっていうのは大事なのかなと思って